皆さんようこそ、東方ゆっくり研究部へ。研究部部長のゆっくりマリサだぜ。ゆっくりレ夢ムです。今回は弾幕神楽の後継者となった、東方弾幕神楽ファンタジアロストの情報をまとめて解説していくぜ。おー、弾神楽の新たなゲームの情報すごく気になりますよ。衝撃の裏話ばかりだから楽しみにしていてくれ。もし面白そうだと思ったらこの研究部に入部してくれよな。また、高評価だけでも押してくれるとモチベーションにつながるのでお願いします。では早速授業開始だぜ。それではまず、東方弾幕神楽ファンタジアロストの詳細について解説していくぜ。弾幕神楽の生みの親、正体不明のスポンサー X、アンノーン X は、2022年10月28日に東方プロジェクトを原作とした公認二次創作ゲーム、東方弾幕神楽ファンタジアロストを開発中だということを発表したんだ。新作の発表の仕方かっこよすぎましたよ。本当にいきなりでびっくりしてしまったよな。そして東方弾幕神楽ファンタジアロストは、東方プロジェクトの人気アレンジ楽曲をプレイ可能なリズムアクションゲーム、東方弾幕神楽をスタンドアローン版として、全く新しいストーリーで書き下ろすリビルド作品だ。東方弾幕神楽ファンタジアロストは、昨日の10月28日をもってサービス終了となったスマホゲームアプリ東方弾幕神楽の後継作なんですよね。そう、なので弾幕神楽で使われた楽曲やカードイラストは受け継ぎつつも、キーボード&マウス、コントローラー操作に合わせた譜面へとリズムゲームを再構成するんだぜ。さらに、荒廃した幻想郷を復興させながら滅びの謎を追っていく、弾幕神楽とはまた違う新規ストーリーも楽しめるようだ。東方弾幕神楽ファンタジアロストは、来年の2023年に PC Steam でのリリースを予定しているぞ。来年には遊べるのですか？ Steam にてウィッシュリスト登録受付中とのことだ。パソコンを持っていない人もいるので、スイッチ版も出てほしいところですよ。みんな、安心してくれ。クラウドファンディングが1500万円達成で、任天堂スイッチ版の開発が決定するとのことだ。おお、スイッチ版の販売の可能性もあるんですね。それはパソコンを持っていない学生さんたちにとっては、あまりにも嬉しすぎる情報ですよ。クラウドファンディングはすでにページが公開されていて、一緒に弾幕神楽を復興を応援するファンをキャンプファイヤーにて募集しているぞ。返礼品の中には、あの弾幕祭でズンさんが掲げていたアンノーン X 大事がもらえるプランも存在しているようだ。さっきから出てくるクラウドファンディングって何ですか？なんか少し怖いイメージありますよ。確かに、下手な投資とかそんな感じかと思ってしまうよな。クラウドファンディングとは群衆と資金調達を組み合わせた造語で、インターネットを通して自分の活動や夢を発信することで、思いに共感した人や活動を応援したいと思ってくれる人から資金を募る仕組みのことだ。途上国支援や商品開発、自伝本の制作など幅広いプロジェクトが実施されているぞ。つまりインターネット上での寄付ってことですね。そういう解釈でいいと思うぜ。クラウドファンディングのページはすでにできているようで、11月4日18時開始予定だぜ。お気に入りに登録してお待ちくださいとのことだ。私も少しだけでも入れてみますよ。少しでも弾幕神楽の助けになろうぜ。ちなみに資金の使い道は、すべてゲーム開発とリターン品に活用するとのことだ。目標を超えて資金が集まった場合、リターンの充実化を図るとともに、対応プラットフォームを拡大し、より多くの方々に満足いただけるプロジェクトにしたいと考えているとのことだぜ。それならば安心してお金を払うことができますね。返礼品の気になる弾幕神楽ポスターについては、スマホ版東方弾幕神楽のポスター2種と、スタンドアローン版東方弾幕神楽ファンタジアロストのポスター2種の計4種になるようだ。1種のプランの人には、スマホ版東方弾幕神楽のポスターからランダムで送られるようだぜ。プランとしては8種類あって、3300円からなんと、最高額の正体不明のスポンサー X プラン150万円があるんだ。注意、150万円はヤバすぎる。その最高額の返礼品はどんな感じなの？返礼品としてはアンノーン X 日記閲覧券開発日記、アンノーン X 会員の賞アンノーン X 感謝ボイス付き特製はがき、壁紙2種ゲームコードデジタルデラックス版、弾神オリジナルポスター4種、アートブック、弾神ベストアルバム CD 複数枚組クレジット掲載台、そして実装アレンジ楽曲選択権。実装アレンジ楽曲選択権はヤバいですね。自分の好きな曲が遊べるようになるってことだからな。いろんなプランがあるからみんなも見てみるといいぜ。それにしてもなんで弾幕神楽がうまくいかなかったのか謎ですね。人がいなくなって終わるスマートフォンゲームは多いだろ？しかし弾神は公式側から人がとても多いんだが、収益が上がらずにサービス終了になったと言っていたんだ。一体どういうこと？人が多ければ収益も上がるもんじゃないですか？確かにその通りなんだが、最後の生放送で明かされたデータを見るとわかるんだ。弾幕神楽をプレイする人の半数を超える人が10代の人だったんだ。
お金を持つ少数のプレイヤーから数万、数十万の課金をもらう基本無料の仕組みと、お小遣いで生活する10代だと相性が悪かったのが原因というわけなんだ。なるほど、子供たちにはすごく人気だったけどお金を持っている大人層は少なかったので、売り上げが伸ばせなかったということですか。そのため今回の買い切り型という形はとてもいい判断だと思うぜ。買い切りならば学生さんも手軽に買えますし、アップデートでのパックなども問題なく買えるぐらいの値段でしょうしね。価格は発表されていないけど、まあ東宝プロジェクト原作で一番高い値段と合わせて3000円ぐらいじゃないかな。それならば学生さんの手軽に買えていいですね。ちなみに前回のようなスマホ版は出ないんですかね。結論から言うと残念ながらないな。東宝プロジェクト公式の規約でブラウザ上で動くゲームアプリ、スマートフォンでのゲームアプリは無料のもののみ、つまり買い切りのゲームは出せないんだよ。なるほど。ということは Steam かスイッチ版になりそうですね。あとスタンドアローン版って何なんですか？それだけで遊べるバージョンだという意味だよ。スタンドアロンタイプとは、スタンドアロンは直訳すると孤立を意味し、機器がインターネットなどのネットワークに繋がっていない状態のこと。ざっくり言うと、オフラインゲームのことだ。なるほど。買い切り向けにリズムゲームを再構成されるってことですね。そう。なので運営者さんは、プラットフォームが変化すれば、求められる体験も変化すると判断して、タッチ操作向けに作られたリズムゲーム譜面では楽曲の魅力を活かせないと判断し、キーボードプラスマウス、コントローラー操作で楽しむための譜面へ再構成することに決定したんだ。おー、コントローラーで楽しめるなんてやりやすそうですよ。そうなんだよ。スマホアプリの音ゲーを全力でやるとなると、やはりスマホだと画面が小さくて遊びにくかったんだが、コントロールへやることができるようになると、やはりそれだけ手の動きが使いやすくなって音ゲーとしては遊びやすくなるよな。これまでプレイしていた方は新鮮な気持ちで、PC リズムゲームファンの方も楽しめるものを目指して開発しているとのことだ。それはあまりにも楽しみすぎますよ。弾幕神楽の運営者さんによる買い切りの新しいゲームは期待しかないよな。そういえばストーリーはどんな感じになるんですか？ストーリーは、完全新規のストーリーモードとのことだ。東宝弾幕神楽から引き続き、シナリオには株式会社ストーリーノートの藤沢仁さん、武田千乃さんが参加するとのこと。藤沢仁さんは、日本のゲームクリエイター、小説家、株式会社ミクシーにて、次世代エンターテインメント室室長を務めているんだ。そして藤沢仁さんはなんと、スクエニのドラゴンクエストシリーズをはじめとする、ストーリーライターを務めてきた超ベテランなシナリオライターさんなんだぜ。ゲーマーなら知らない人はいない伝説のゲームのシナリオを書いている人が東宝弾幕神楽ファンタジアロストのシナリオを手掛けるの。というか、もともと弾幕神楽のシナリオがとてもすごかったのも、藤沢仁さんが手掛けていたからなんだ。そう、藤沢仁さんはドラゴンクエスト9からはディレクターを任せられたんだ。シナリオでは、ドラゴンクエスト8と10でメインを務めているぜ。どっちも遊んだことありますよ。まさかドラクエシリーズのシナリオライターさんによるストーリーが遊べるなんて最高すぎますね。また今回のストーリーも非常に面白そうなものになっているんだ。新規にストーリーを書き起こし、荒廃した幻想郷を復興させながら滅びの謎を追う物語となっているぞ。ストーリーモードは、幻想郷の記憶を留める御霊カードを集めることで進行していくようだぜ。そして東宝弾幕神楽ファンタジアロストの PV の言っていた内容としては、知ってた？幻想郷が壊れたのは、ここで霊夢の姿が映って、少し聞きづらいんだけど、霊夢と言っているんだ。そして最後に、君のせいなんだよ。と言っていて、誰がこれを霊夢に告げているのかが謎なんだよ。また霊夢の服はボロボロになって、素足でいるというびっくりな状態でいるぞ。これはヤバすぎますね。霊さんの生足を拝めるなんて、やっぱりそこ注目するよね。あとバックの背景が外の世界のビルのような感じがしますよ。霊夢さんいいところに気がついたな。そう、よーく見ると108という看板があるんだけど何か見覚えがないか？これ渋谷の109の看板とそっくりだ。そう、外の世界にある東京の渋谷で有名なファッションコミュニティ109だな。他にもザラの看板も見えるぜ。ザラというと、外の世界のファッションの最先端なトレンドを走るファッションショップですよね。他にもあるんだが、わからないのでぜひコメント欄で教えてくれよな。ということはだ、この物語は、おそらく幻想郷と外の世界が繋がった話になるだろうな。それは神展開すぎてやばい。いろいろ考察できるから解説者として楽しみだぜ。御霊カードにはスマートフォン版と同じく藤チョコさん、春城ネギさんなど有名クリエイターたちの描いたカードイラストを使用し、集めた後は一覧で閲覧可能になるんだぜ。超有名なイラストレーターさんも継続して描いてくれるんですか？それは最高すぎますね。東宝弾幕神楽がそれだけ愛されているってことだよな。また多彩な楽曲を提供してくれるようだ。人気アレンジ楽曲をプレイ可能なようで、おそらく弾幕神楽で使われていた楽曲も続けて遊べることができるだろうな。操作方法はキーボード及びゲームパッドに最適化され、スタンドアローン版としてのプレイフィールを追求するよう
だ。またフリーモードももちろんあるようだ。やっぱりフリーモードは必須ですよね。ストーリーモードでアンロックされた楽曲を自由にプレイ可能なモードで、楽曲は、アップデートや追加 DLC により追加されていく予定とのことだぜ。アップデートでさらにたくさんの曲を遊べるようになるんですか？それはすごく嬉しいところですよ。デザインはこのようにかなり変わっていて、音ゲーに特化しようという形でこうなったようだ。現在のところ、4レーンのスクリーンショットと、6レーンのスクリーンショットが確認できるな。シンプルながら面白そうなシステムがありそうでいいですね。また音ゲー特化なら遊びやすいのでありがたいですよ。弾幕神楽の運営者さんらしい判断だよな。ところで、弾幕神楽のアンノーン X さんってどんな方なんでしたっけ？東方プロジェクトを盛り上げ、世界に知らしめるという壮大な目的を持って活動する集団だ。もともとは正体不明のスポンサー X という名前で、東方界隈で多数の協賛や活動をしてきたが、東方プロジェクトの原作者ズンさんより改めて命名されていたんだ。メンバーはアクアスタイルさん、ジュニアさんが招集した各社の東方好きで構成されていて、すごい集団なんだよ。そして本作より大手アプリゲーム会社 DNA は開発から離脱したんだ。DNA と離脱したんですか？それじゃあ他に加わったチームとかいるんでしょうか？レイムさんナイス着眼点だ。これまで弾幕神楽にプロモーション協力を行っていた、ユーズオフィスがマーケティングパートナーに加わり、活動を継続していくようだ。株式会社ユーズオフィスって知らないですね。一体どんな会社なんですか？ゲームを作る以外のあらゆるマーケティングサービスを手掛けているんだよ。毎年大量にリリースされるゲームの中から、私たち消費者がゲームを選ぶ時には明確な理由があるだろ？ユーズオフィスはその理由作りから、リテンションコミュニケーションまでをデザインし、実現させるためのあらゆる施策を提供している会社なんだ。ということは現在の弾幕神楽にとっては、もってこいのパートナーということですか？そういうことだな。初めて買い切りのゲームを制作するので、ユーズオフィスさんは非常に相性のいい会社さんなんだよ。ちなみに弾幕神楽の運営者さんはどんなことを言ってたんですか？アンノーン X の団長、ジュニアさんのコメントはこんな感じだぜ。脇目も振らずに、東方弾幕神楽の開発や運営に全力を注いできました。サービス終了が決まった日、そしてそれを皆様に発表させていただいた日のことは、今でも忘れません。本当に申し訳ないと思っています。しかし、今回、弾カグの継続を願う皆様の応援の声の強さが再始動のきっかけになりました。志を同じくして活動していたアンノーン X のメンバーからも了解を得て、後継作開発の機会をいただけたことには心の底から感謝しています。スマートフォン版に収録されていた見たまカードは、未実装のものも含めて実装したいと思っています。また、収録されていた楽曲も、可能な限り多くの曲を遊べるようにしたいと考えています。とのことだ。私たちプレイヤー側のために努力をして、弾カグを作ってくれた感じがしますね。生放送で本人も言っていたが、普通は終わったら続きはないものなんだが、たくさんのファンの声のおかげで新しく作ることができたようだ。本当に弾幕神楽はすごく愛された作品なんですね。他の人の反応も気になりますよ。ネット民のコメントはこんな感じだ。これ見て涙出てきた。やばい楽しみすぎる。さあ弾幕神楽が始まる。運営はなんでこんなに私たちを喜ばせるのかマジで楽しみです。弾カグのおかげで、いろんな神曲と出会って嬉しかった。でもさ終わって発表された時は泣いた。でも、こうして新しい弾カグを出す運営さんには感謝しかない。弾カグは自分にとって初めての音ゲーで基礎を作ってくれたゲームでもあるんや。新しい世界に踏み出す機会を与えてくれたことにめちゃめちゃ感謝してる。やはり弾幕神楽でいろんな曲にあえて感謝の気持ちとして応援している感じがするよな。本当に私も知らない曲に出会えて感謝の気持ちしかないですよ。最後に東方弾幕神楽ファンタジアロストの話をまとめると、ゲームパッド及びコントローラーに操作を最適化、ストーリーノートの藤沢仁さんによる、壊れてしまった幻想郷の復興を目指す書き下ろしストーリーモード、美麗な見たまカードが全て登場。一部見たまカードはアップデート、DLC によって追加提供される、自由に楽曲をプレイ可能なフリーモードで心ゆくまでリズムゲームをプレイすることが可能、といった感じだ。非常に楽しみな作品で待ちきれないですよ。またこういった東方弾幕神楽ファンタジアロストの有益な情報をどんどん発信していくから、我が研究部の部員に入っておくといいぜ。それでは今回の授業はここまでだ。視聴者さんの東方弾幕神楽ファンタジアロストが出た時の感想があればコメント欄で教えてくださいね。それではここまでご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。